2種類の緑がありまして、まず1種類目、鮮やかなオレンジ色のくちばしが特徴的な緑です。今だと結構そうですね、左側の方ですと岩の結構高いところにも止まっていたりしますね。そちらの方でも岩のあたりに止まっているのが分かりやすいですかね。こちらの海鳥たち、エトピリカと言います。このエトピリカという名前、北海道のアイヌ民族の言葉が名前の由来となっていて、エトはくちばし、ピリカは美しいという意味なんです。この名前の由来の通り、鮮やかなオレンジ色で美しいくちばしをしていますね。そしてもう一種類、背中側が白くてお腹側が白い海鳥です。今だと結構プールの方で泳いでいるのと、あとはクリスチャンの生き物の方ですね。なんか奥の方でたくさん集まって捕まっています。こちらの海鳥たち、名前をウミガラスと言います。ただこのウミガラスたち、実は別の名前で呼ばれることもありまして、鳴き声がゴロロンと聞こえることからゴロロン鳥と呼ばれることもあるんです。今はもちろんガイド中ですので、私が持っているマイクの音でスピーカーから流れていますが、ガイドが終わりましたらスピーカー越しにこの水槽の中の音声を聞くことができます。ぜひその時には海鳥たちの鳴き声にも注目してみると面白いかもしれませんね。今皆さんに紹介した2種類の海鳥たち、普段は寒いところ、太平洋の北側で暮らしていて、日本では北海道周辺の島々に訪れています。さて、もう海鳥たち見ていると、なんだかこんな風にプールで泳ぎ始めていたり、はたまた岩の上で立って休んでいる、そんな姿を見ていると、初めて見たことある時、あ、ペンギンがいると思った方も多いのではないでしょうか。ただ、こちらにいる海鳥たち、実はペンギンではないですね。ペンギンたちとは同じように、このように水中を潜って魚を追いかけて捕まえるという暮らしをしているのですが、こちらの海鳥たちにはペンギンにはできないある行動をすることができるんです。先ほどから展示場で何回かしているので、もう気がついている人もいるかもしれませんね。岩の上にいる海鳥たち見ていると、なんだか翼をわさわさわさと大きく広げているの、皆さんは気づきましたでしょうか。実はこちらの海鳥たち、空を飛ぶことができるんですね。なので翼、よく見るとペンギンたちの一枚の板のような翼ではなく、どちらかというと私たちが普段見かけるカラスやハトと同じような翼の作りになっているんです。でもこんな風に空も飛べて、そして水中も潜れちゃうという面白い特徴を持った海鳥たちが、どんな風に水中で餌を食べるのかというのをこれから皆さんに見ていただこうと思います。それではこれから餌が入るんですが、その前に皆さんに一つ注目ポイントを紹介していこうと思います。実は、気がついている方もいらっしゃるかもしれませんが、エトピリカたち、今ヒナの子育てをしています。ちょっと展示場左側上のあたりに巣の中にモニターがありますね。そのヒナに親鳥がくちばしに餌を加えて運んでいる様子、これからご覧いただけるかなと思います。でもしかするとくちばしに餌をわーっと加えているエトピリカがいたら、この後好きなに持っていくかなというふうに注目して見ていただけると嬉しいです。それでは早速飼育係さんに餌を持ってきてもらいましょう。飼育係さん、餌をお願いします。今もちょうどバサーっと岩の方から飛んで入っているエトピリカがいましたが、楽しみですね。餌のタイミングでプールに飛んで入ることもあります。ぜひその時には翼に注目してみてくださいね。それでは飼育係さん、餌をお願いします。プールに餌が入りました。魚の水色がついたもの、オキアミという海やカニの仲間です。それはせっかくの魚ですので、餌の食べ方、皆さん見てみましょう。海鳥たちが餌を食べているところを見ていると、なんだか噛みちぎったりせずに、ま
の魚は頭の方向から食べていたりするんですね。それどうして海鳥たち、魚、頭の方向から食べているのかというと、網の目にするときに魚にあるヒレや鱗が喉にかからないよう、魚を食べるときには頭の方向から食べていたりするんですね。それでは皆さんのお話もとても面白いですが、せっかくなので泳ぎにも皆さん注目してみてください。先ほど見ていただいた陸の上の海の幸、翼がバサッと大きく広げていましたが、では水の中ではどうでしょうか。なんだか翼が少し小さく見えませんか。これはですね、水中で翼をバサッと大きく広げてしまうと、その分翼に水の重さや水の抵抗がかかってしまって、水中で翼なかなか動かしにくかったりするんですね。なので海鳥たち泳ぐとき、潜るときには今皆さんにご覧いただいているように翼を少し小さく飛びかかるようにしてそういうようにして動かすことで水中でも素早く翼を動かすことができるんですね。さて、どうでしょう。ちなみにエゾモニカは皆さん見つけられました？私結構一生懸命探していたんですが、なかなか見つけられてないですね。海鳥たちのエゾモニカ1日に3回あるので、3回のうちどこで餌を取り入れるのかわからないので、だから今はあんまり持っていないのかな。こちらの方でもあんまりないですね。実際にみんなに餌を取りに行くときには、気持ちに美味しい魚だったり、おすすめをたくさん加えて、一度にたくさんの餌を機内に持っていきます。そしてですね、ちょっと私が見つけられなかっただけかもしれませんが、今ちょうどなのでですね、魚までモニター越しではありますが、もしかするとみんなで餌を食べる様子とかもご覧いただけるかもしれません。ぜひこの後もこちらのモニターだったり、またこちら内、YouTube をご覧いただ